もしあなたの人生が何度となく誘拐事件に巻き込まれる人生だったら、1994年3月、舞台はチュニジア共和国の首都チュニス。猛スピードで町外れの港へやってきたグレーのプジョー。その車内から一組の親子が姿を現します。母親のサラとその息子チャーリー。二人がやってきたその港では怪しげな男女が待ち構えていました。これからイタリアへ向かう。さっさとそのボートへ乗れ。すっかり怯えた様子のサラと息子のチャーリーは男に促されるままボートへ。そう、二人は夫の元から誘拐され、これから国外へ連れ去られるところでした。二人が乗り終わるなり猛スピードで走り始めた小型ボート。そのボートに揺られるさなか、母サラは誘拐犯の男女に向かい恐る恐るこう口にします。本当にありがとう。自分をさらった誘拐犯に向かい感謝の言葉を綴った女性。犯罪に巻き込まれたこの事実を彼女が望んだ理由とは。あなたはこの事件の真相を知った時、犯人と被害者どちらの味方をしますか？おざす、フライングダイナソー乗りてえな、ケンちゃんです。やみこカッター、やみやみこです。切られてしまったんですけれども、やっぱね、フライングダイナソーです、時代は。もっと面白いのあるでしょ。ええじゃないかとか。ちゃんと違うんだよな。富士急とか最近行ってないね。今ならわかるわ。昔は激しいのすげえ好きだったんだけど、ちょっとテーマがある方がおもろいんだよみたいな。なんだ聞いたことあるじゃん。前職の先輩なんか恐竜みたいだなって言われて本日ご紹介するのは世界を股にかけ誘拐を行っているというもう片目濃いめ多めみたいな組織なんですよ。激ヤバなんです。組織ぐるみの誘拐とかってなるとさ、人身売買とか、なんか関わってきそうな話に聞こえるけどね、胸くそ話でしょ、また。ですがね、実は今回の話、誰が正義かを判断するのは結構難しいことでもあったりするんです。途方もない誘拐を繰り返すこの組織。彼らはね、ある親子の日常の会話に何食わぬ顔で入ってくるんです。消えた息子と妻。1994年3月14日、舞台はチュニジア共和国商業と工業の町チュニス。ママ会いたかった。私もよチャーリー。そう言って抱き合うのはアメリカからやってきた女性サラとその息子チャーリー。そんな二人の様子を夫のハンザは優しく微笑みながら見守ります。君がチュニジアへ来る決断をしてくれて本当に嬉しいよ。感慨深そうにそうつぶやいた夫ハンザ。実のところサラとハンザは夫婦の価値観の違いからこの1年ほど別居状態にありました。そして4歳の息子チャーリーは父ハンザと暮らすことになり、アメリカから遠く離れたこのチュニジアへ連れてこられたんです。妻のサラはそんな息子のことが忘れられず、チュニジアへ移り住んででも夫との復縁を選ぶことに。こうしてまた家族3人揃っての生活が幕を開けようとしていました。しかし洗濯が終わったらさっさと玄関の掃除。たくト言ったらありゃしない。妻サラを待っていたのは夫ハンザの両親にまるで使用人かのように扱われる日々。彼らは最近まで夫婦が揉めていたことに加え、チュニジアの文化も言語も全く知らないサラのことを非常に嫌っていました。家の仕事が終わっても息子チャーリーと過ごす時間すら与えられず、サラはまるっきり部外者のような扱いを受けていたんです。大丈夫大丈夫、もう少しの辛抱だから。それでもサラは息子と家族水入らずの時間を過ごせる日が来ることを信じ、夫の両親からの仕打ちに耐え続けていました。何嫁いびりってやついわゆる。にしても息子と過ごす時間全く与えられてもないし、これだったらもうチュニジア来た意味ないじゃないの。ちゃんと意味はあるんですよ。この後さらに息子と過ごせるようになる転機が訪れる。ねえ父さん母さん、もうサラのことを認めてやってよ。サラがチュニジアへやってきて2週間が経とうという頃、改まった様子で両親にそう切り出した夫ハンザ。ハンザはこれまで両親のサラへの接し方に口を挟もうともしませんでした。しかし義理の両親のいびりにも文句一つ言わず従い続けるサラを見るうち、心を動かされたハンザは助け舟を出すことに。ハンザの説得の甲斐もあり、以降サラは息子チャーリーと2人で過ごす時間を許されるように。ところがそんな穏やかな日々も長くは続かなかったんです。サラがようやく息子との時間を過ごせるようになったある日、ハンザの家に次のように話す夫婦が訪ねてきました。ご主人がレストランを開業されると伺いまして、ぜひうちのワインをお試しいただきたいんです。実は夫ハンザはこのチュニスの町でレストランを開業予定。その噂を聞きつけ、ワイン業者を営む夫婦が試飲会の案内をしに来たんです。夫婦の話を聞いたハンザはそこから両親を連れ、近くのホテルで開催されていた試飲会に参加。そうやってハンザと両親が家を空けるわずかな時間に事件は起こってしまったんです。サラ、チャーリー、おい、どこへ行ったんだ。ワインの試飲会から帰宅して間もなく血相を変えて妻と息子を探し回っていたハンザ。しかし自宅や近所のどこを探してもサラとチャーリーの姿はありません。そう、実のところワインの試飲会は家の中をサラとチャーリーだけにするためのトラップ。ワイン業者を名乗っていた夫婦は2人をさらおうとしている誘拐犯だったんです。やっと
と息子さんと2人揃って暮らせるって思ってたら、そのタイミングで誘拐されるってめちゃくちゃ測ったような犯行じゃないのよ。めちゃくちゃ計画的な感じしますよね、これ。うんそんな狡猾な手口を使う誘拐犯は一体何者なんでしょうか。誘拐のプロフェッショナル。夫ハンザが必死になって2人を探している頃、妻サラと息子チャーリーは犯人の車の中、大柄な男が運転するグレーのプジョーは港を目指して走っていました。ママ、僕たちどこに行くの？突然自分たちを連れ去った見知らぬ男を前に、怯えた様子で母サラに尋ねたチャーリー。不安を隠しきれないのはサラも同じでしたが、彼女は毅然とした態度でこう返します。きっと大丈夫。ママがついてるから。今はとにかく声を出さないで。そうしている間に港へたどり着いた車。サラとチャーリーが車を降りると、そこでは見覚えのある夫婦が待っていました。そう、ワイン業者を名乗って夫ハンザを家の外へ誘い出したあの誘拐犯でした。おい、連れてきたぞ。あとは頼んだ。ああ、任せてくれ。イタリアに渡ればこっちのもんさ。サラとチャーリー外国に連れて行かれるの？これやばいんじゃない？すごい嫌な予感ですよ。やばいんです。しかもこの2人をさらった夫婦、とんでもない数の前科持ちだったんです。激しい水しぶきを上げ、チュニスの港を出発した小型ボート。ママ、寒いよ。降りかかる水しぶきの冷たさと、この先の自分たちの運命に不安を募らせ、チャーリーはガタガタとその身を震わせます。母サラはそんな息子の不安を少しでも和らげようと、彼のことを強く抱きしめていました。すると、じきにイタリアへ着く。坊や、寒いだろうが、ちょっとだけ我慢しててくれな。誘拐犯とは思えないほど穏やかな声で話しかけてきたのは、小型ボートを操縦していた男、ワイン業者を偽っていた夫婦の片割れ、ケビン。そして、誘拐ってのは、多少荒っぽいこともしなくちゃいけないからね。そう話すのはケビンの妻レイチェル。その口ぶりからわかるように、2人は組織ぐるみで誘拐を行っている常習犯。つい1年前にも同じような誘拐事件を起こしたところでした。1993年初頭、アイスランドの首都レイキャビクの警察署へ一本の通報が入りました。もしもし、警察ですか？娘が誘拐されたの。必死にそう訴えかけるその女性は、この日2人の娘を連れ、小さな映画制作会社のパーティー会場を訪れていました。スタッフからお酒を勧められて、それを飲んだら私すぐに眠ってしまったの。それで目が覚めたら、娘も制作会社のスタッフもいなくなってて。そう、女性の言う通り、彼女が訪れていたそのパーティーは誘拐を実行するためのダミー。女性の娘2人を乗せた車は海外へ逃亡するためレイキャビク空港へ向かっている最中でした。偽物のイベントで家族騙して誘拐するってサラの時と全く手口が一緒じゃない？これ。そうなんですよ。さっきも言った通り、この夫婦ね、手口がもう洗練されてるんですよ。すげえ数の前科持ちだったんで。手慣れてんのよ。こうして母親の女性をまんまと騙し、誘拐した少女を連れて空港へ駆け込んできたケビン。しかし、おい、早くしないと飛行機が1万頼むから行かせてくれ。いえ、それはできません。女性の警察への連絡が早かったため、ケビンは税関で足止めを食うことに。やがて警察が到着し、彼はあえなく逮捕。ケビンの妻レイチェルはさらった少女のうち1人を連れ、すでにアイスランドを立っていましたが、ルクセンブルクへたどり着いたところで取り押さえられることに。こうして少女2人は母親の元へ戻され、誘拐犯の夫婦は1年を刑務所で過ごすことになったんです。その後、釈放されたこの夫婦は、そのわずか2ヶ月後にサラと息子チャーリーの誘拐を決行。そう、ケビンとレイチェルは一度痛い目に遭っているにもかかわらず、また証拠にもなく犯行に及んだんです。それもそのはず、実は夫婦はこの10年ほどで、18回もの誘拐事件を起こしていました。完全に誘拐家業に染まった2人が一度逮捕されたくらいで懲りるはずもなかったんです。18回って何のためにそんなに誘拐重ねてんの？やっぱ人身売買とかってことじゃないの？これだけ誘拐してるってことを聞くとそう思いますよね。違うの？ですが、誘拐されたサラはイタリアにたどり着いた時、夫婦に向かって意外な一言を発するんです。そろそろイタリアへ着くぞ。ボートが走り出してから十数時間が経った頃、誘拐したサラとチャーリーに向かい淡々とそう告げたケビン。2人が顔を上げると、そこには小さな漁港の明かりが見えていました。そして港に着くと、サラとチャーリーに手を差し伸べ、2人を順番にボートから降ろした犯人夫婦。なんとか逃げ切ったな。そう言ってケビンが笑みを浮かべると、それに応じるように満足げにうなずいた妻のレイチェル。そんな2人をじっと見つめていたサラは、その腕に息子のチャーリーを抱き寄せながら恐る恐るこう口にしました。本当にお二人にはどうお礼を言っていいか。誘拐されたのにお礼してんの？何もう誘拐犯油断させようとしてるとかってこと？それはね、ちょっと違うんですよ。実はこの誘拐、サラが自ら望んだものだったんです。本当の誘拐犯。
事件の約1年前の1993年4月7日、アメリカ・オハイオシティのサラの自宅玄関から姿を現したのは、夫のハンザとまだ3歳だった息子、チャーリー。じゃあね、ママ、気をつけてね、チャーリー。あなたも夕方にはちゃんとチャーリーを送り届けてね。夫ハンザに向かい、念を押すようにそう言ったサラ。ハンザはそんな彼女の言葉にため息混じりに答えました。わかってるよ。当時すでに別居し始めていたサラと夫のハンザ。そしてこの時、息子のチャーリーは母親サラと2人で暮らしていたんです。夫婦は息子の親権を争っている最中で、なかなか離婚も成立しない状況。その中で夫ハンザは時折息子との時間を求めて妻の家へ訪れていました。この日はそんな夫と息子の面会日。手をつないで街へ繰り出していくハンザと息子チャーリーの姿を妻サラは何気なく見送っていたのですが、チャーリーはもともと母親と一緒に暮らしてたってことね。なんとなく状況が読めてきた気がする。お察しの通りですね。夫のハンザはこの後信じられない行動に出るんです。絶対におかしい。その日の夕方、サラは抑えようのない胸騒ぎに襲われていました。そう、約束の時間を過ぎても息子を連れた夫は一向に彼女の家へ戻ってこなかったんです。急いで夫ハンザに電話をかけるサラ。すると電話口のハンザは信じられない言葉を口にするんです。サラか、今からチャーリーを連れてチュニジアに帰るところだ。ハンザの言葉を聞いたサラは必死にチャーリーを返すように訴えるんですが、夫は聞く耳を持たず、そのまま息子を連れてチュニジアへ飛び立ってしまうんです。それは親権の裁判が行われる前日のこと。そう、裁判の結果を待たず、ハンザは息子チャーリーを勝手に自分のものにしてしまったんです。しかも最悪だったのは、息子チャーリーが国境を越えて連れ去られてしまったこと。当時チュニジアは国際的な親権問題に対するハーグ条約に加盟しておらず、アメリカの機関では法的に手出しができない状態。サラが弁護士や警察に助けを求めてもどこにも取り合ってもらえなかったんです。どこにも取り合ってもらえなかったって親権の問題の決着がついてないわけでしょ。父親も勝手に連れてってダメなんじゃないのこれは。全然ダメなんです。ダメじゃん。知らない方もいると思うので、本日のメトラキーワード、夫婦間の誘拐について。アメリカでは父と母のいずれもが親権を持つ場合や離婚後も子供の親権を共同で持つ場合、合意なく子供を連れ去る行為は実子誘拐罪になります。しかし実子誘拐罪は国内の法律によるもので、子供が国外に連れ去られた場合は適用されないんです。こうした問題を防ぐため1980年に採択された国際協定がハーグ条約。この条約の加盟国同士で子供の連れ去りが行われた場合、申し立てを受けた国は子供を元いた国へ返還する義務を負います。ちなみに今回事件が勃発したチュニジアは当時この条約に加盟していませんでしたが、2018年に加盟国の一つとなりました。ここまで見ていただければですね、チュニジアを訪れてチャーリーとサラをさらった犯人の本当の意図も見えてくるはずなんです。約10年で18回も誘拐事件を起こした夫婦の本当の狙い、一体何だったんでしょうか。正義の誘拐組織。本当にお二人にはどうお礼を言っていいのか。チュニジアからイタリアへたどり着いた時、自分たちを誘拐した夫婦に対し感謝の言葉を口にしたサラ。すると、まだお礼を言うのは早いわ。無事にアメリカに帰りましょう。誘拐犯の片割れのレイチェルは荷物から封筒を取り出し、それをサラに手渡します。その中身はアメリカ行きの航空券。そう、犯人夫婦は夫ハンザによってチュニジアへ誘拐された息子チャーリーをアメリカに返すため、今回の犯行に及んでいました。彼らの正体は夫婦間の誘拐を解決する正義の誘拐組織。実のところ2人が企てた過去18件の誘拐事件もほとんどは不法に国外へ連れ去られた子供たちを取り戻すためのものだったんです。事件の約2ヶ月前の1994年1月、この日サラは初めてケビン夫妻の自宅を訪れた。お願いします、息子を助けてください。完全にやつれ切った様子でそう告げたサラ。彼女は夫ハンザに息子を連れ去られたあの日以来、息子を助けてくれると話す様々な民間組織を訪ね歩いていた。しかしそのほとんどが高額な依頼金を持ち逃げする詐欺師。騙され続けたサラはこの1年で10万ドルもの大金を失い、完全に生気をなくしていた。こいつは放っておくわけにはいかないな。そんなサラの姿を見るなり、やれやれといった表情でつぶやいたケビン。そう、彼は1年前の誘拐事件で刑務所に入れられており、つい2週間前に保釈されたばかり。そんな出所して間もないタイミングで訪ねてきた依頼人がサラだった。サラ、これは失敗したら確実に逮捕される。チャンスは一度きりよ。夫婦にそう告げられると覚悟を決めた様子でうなずいたサラ。ここから彼らは息子を奪還するための誘拐作戦を実行に移していく。サラが夫ハンザとよりを戻すふりをしてチュニジアへ訪れたことも、義理の両親のいびりに耐え夫の信頼を勝ち取ったことも、全てこの作戦の一環だった。こ
こで最初のシーンに繋がって、サラは誘拐犯だった2人にお礼を言うわけね。ケビンたちがやってることっていうのは厳密に言うと犯罪なので、正義の行動なのかっていうと人によって判断が分かれるとは思うんですけれども、ただ一つ言えることは、この後のオットハンザーの行動を見る限り、このままチャーリーを放っておいたらろくなことにはならなかったっていうのだけは明白っちゃ明白なんですよ。ケビン夫妻の助けでチュニジアからイタリアへ逃亡したサラはこの後息子チャーリーを連れアメリカ行きの飛行機へ乗り込みます。そして約18時間のフライトを終えて無事にオクラホマシティへ到着。ママ、飛行機長くて疲れちゃった。長旅を終えダラをこねる息子チャーリーを前にサラは溢れ出る涙を抑えきれずにいました。これでまた2人で暮らせるね。ちなみにサラの行動に腹を立てたオットハンザはこの後彼女の自宅へ殺害予告を送付。挙句アメリカへやってきてサラの自宅へ忍び込もうとしたり、彼女の新たな恋人にも脅迫状を送ったり、結局アメリカで逮捕されることになったハンザは1994年8月懲役9ヶ月と3年の保護観察処分を下されることに。当事者じゃないけど、サラが離婚を選んだ理由もなんとなく分かってくるわね、これ見ると。チャーリーもこの父親に育てられてたらとんでもないことになってたんじゃないの、もしかしたら。実の子供を誘拐する親って、もうその時点でまともじゃない確率が高いんですよ。だからこそケビンとレイチェルは自分たちの正義のため子供たちを連れ戻すっていう活動に力を入れていたんです。共に陸軍出身のケビン夫妻は1985年に組織を結成。刑務所へ入れられることがあっても2人は連れ去られた子供の誘拐を繰り返してきました。彼らがそこまでして活動を続ける理由は2人の中にある正義。妻レイチェルは過去に体験した誘拐についてこんなエピソードを話します。父親にさらわれた女の子で食事をするときに食器さえ使わせてもらっていない子を見たことがあります。彼女の髪の毛には白みが湧いていてまるで家畜のような扱いでした。このように子供を不当に連れ去る親の多くは子供を大切にせず、連れ去られた先で虐待や育児放棄にさらされている例は少なくありません。もともと子供が大好きな夫妻はそんな現実を目の前に辛い思いをする子供を一人でも救いたい思いでこの裏授業を続けているというんです。正当な手続きで子供を保護できるのが一番。しかし正当な方法ではどうにもならなくなった時、自分たちを頼ってほしい、そうした最後の砦となるのがこの夫婦の正義だったのかもしれません。ネトラの皆さんは犯罪を犯してでも子供を救おうとする2人のことを正義と見ますか、それとも悪と見ますか。